皆さんおはようございます。シンガポール人の J です。Hi guys, this is J here。2023年1月にシンガポールの小学校では新たな学年が始まったので、今日の質問はこちらです。シンガポールの小学校には給食はある？でそもそもなんで日本には給食があるのということに対して、外国人からの印象はまず生徒たちにご飯を提供していることですね。そしてこういう給食を与えることによって、生徒の栄養を管理できますし、生徒の食育のためもあるんじゃないかなと思います。そしたらシンガポール小学校の食育はという質問に対しては、実はシンガポールの小学校には Health Education、 いわゆる健康教育という科目があります。でそのシラバスの中には、食育も含まれています。あんまり覚えていないんですけれども、週に1コマそういう Health Education の授業がありましたですね。で小学校の時代にはフードピラミッドを学んだけど、現代はマイヘルシープレートということを学ぶみたいです。シンガポールの小学校には Health Education、 いわゆる健康教育という科目があります。じゃあシンガポール小学校のご飯はという質問に対しては、実はシンガポールの小学校には、食堂があります。キャンティーンと言いますが、今はどうか分かりませんが、私の時代は、タックショップと呼ばれていました。で朝の10時ぐらいに休憩があって、その時に、食堂に行ってご飯を食べている生徒もいます。で食堂の各ストールが売っている料理が違いますね。例えばチキンライス、ミーラボス、ローティープラター、スパゲッティなどなどです。で休憩時間になった瞬間、みんながすぐ早歩きで食堂に行って並んで食べたいものを買っていましたですね。で小学校1年生から、お小遣い制度だったので、お金をちゃんと管理しないといけなかったんですね。シンガポールの小学校には食堂があります。そしたらシンガポール小学校の営業管理はということに対しては、実はシンガポールの保健省、Ministry of Health の、健康促進局、Health Promotion Board の Healthy Meals in Schools Program、略して HMSP というプログラムによって、学校内で販売されているすべての食べ物と飲み物は、このプログラムの基準に従わないといけないです。例えば健康選択シンボルマーク付きの食材を使うこと、揚げ物、いわゆるディープフライされたものは売れないこと、飲み物を販売しているストールでは 10% 以上の商品はカロリーフリーの商品を販売することなどなどです。でちなみにシンガポールの小学校の食堂ではすでに辛い料理を販売しているので、シンガポール人たちは小学校からカレーやラクサなど辛いものを食べている人もいます。そして私の小学校で、体重が少し基準を超える生徒たちは、トリム&フィット、タフプログラムに参加させて、週2日ぐらい、放課後に少し運動しないといけなかったんですね。でその一方、体重が基準以下の学生は登録制で週2日ぐらいに牛乳をもらって飲むこともありました。学校内で販売されている食べ物と飲み物は健康促進局の基準に従わないといけないです。はい、以上シンガポールの小学校には給食あるということをシンガポール人に聞いてみた動画でした。この動画がもし面白かったら、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ではまたね。この動画面白かったら、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。